我は最果ての魔王、ディープブリザードである。今回は、我の絵がトレパクの被害に遭っているというご報告を受けた件、そして実際にトレパクされたものだったのかの確認、その後の顛末についてお話をさせていただこうと思うのである。また、今回の件の話をさせていただく前に、トレパクという行為がなぜ問題になるのか、どういったことが問題になるのかについてのお話もさせていただこうと思うのである。よければ最後まで聞いていただければと思うのであるぞ。まず、お絵かき界隈でよく聞く単語、トレパクとは何かについてお話をしようと思うのである。トレパクとは、トレースプラスパクリを組み合わせた造語であり、おおよその意味として、商業及び他人の創作物をトレースし、自分の成果物として発表する行為とされておる。また、別の呼び方として、盗作とも呼ばれる。大前提として、無許可で自分のものではない創作物をトレースし、それを自分の著作物と発表する行為すべてが当てはまったものを今回のトレパクというものに該当すると定義させていただく。なぜかというと、時代や個々の考え方でトレパクの定義はズレが生じてしまうのである。なので、このような前提を用意させていただいた。トレパクはなぜダメなのか。先ほど話した前提で分かった方も多いであろうが、他人の創作物を無断盗用する行為は著作権等の侵害になる可能性があり、違法行為と言えるのである。また単純に、トレパクで得た名声というのは、その絵のファンの人たちの期待を裏切り、失望させ、作家としての地位を地に落としてしまいかねない。上記の理由から、一作家として法に触れず、ファンの方を悲しませないためにも、トレパクは行うべきではない行為だと言えるであろう。こういう話題を出すと、必ず聞かれるのが、これはアウト？セーフ？というライン引きであるが、正直判断が難しいものも多い。例としていくつか挙げさせていただくと、特定のキャラクターや人物を意図して模したキャラクターを作品などに出すパロディ、有名な絵やイラスト、アニメのシーンなどを真似て描いた模写、有名なキャラクターの特徴やシーンなどを取り入れたオマージュ、こういったものをトレパクという場合もあるが、元作品があるよということを見ている人に分かりやすく、元作者の方への敬意を忘れてはいけないという前提があるのである。それに対し、トレパクというのは、元作品を見ている人に対してそれを隠し、元作者への敬意も欠いている行為と言えるであろう。この判断というのも、個々の裁量によるものが大きいので、それをトレパクと言えるのかどうか難しいというのも、トレパク問題の複雑さや論争の元になるところだと言えるであろう。ここまで理解していただいた上で、我の件についてお話をさせていただこうと思うのであるぞ。魔王の絵をトレパクして商用作品として使っている人がいるというご報告を本日までに DM やフォームより十数件いただいたのである。いただいた報告では、その絵が掲載されている該当のツイートを見た方から、魔王が配布している教材データを流用して作品を作り、それをツイッターで発表しているのではないかというもので、それを見た方々が疑問を持ち、魔王に報告をしてくださったという流れであった。多数の方からそのような報告を受け、該当のツイートや絵を確認した上で、魔王の結論は、トレパクではなく、あくまで参考、模写をした範囲であると判断させていただいた。その理由として、元の教材で使っていた素材をそのまま流用しているわけではないこと。似ていると言われたパーツなどに関して確認をしたが、配置のバランスなどは確かに非常に酷似していると感じたが、実際に合わせたりなどして確認を取ったところ、完全一致するわけではなく、あくまで参考にしながら描いた以上のものではないというものであったこと。また、似てると言われた一部のパーツ以外は、魔王が描いた絵とは別物の描き方やバランスであったこと。
以上の理由によりトレパクではないと判断したのであった。また、今回このような判断をさせていただいた理由として、今回の行為がトレパクであったとして、魔王が被る被害損額は微細であること。この行為で我自身の作家の価値が落ちることはないということ。また、今回作品を発表された方は、ある程度名前を表に出して活動している方であるので、このような行為を意図的に今後も続けるということは考えにくいということ。以上の点をもってトレパクの判定というのはかなり甘くしているところもあるのである。なので今後も似たようなことを続けるのであれば、より厳しい判断をさせていただこうと思っておるのである。その点を含めご理解していただければと思うのであるぞ。最後に、今回このような件があった際に SNS 上でむやみに騒いだりせず、魔王に粛々と報告をしていただけたこと、非常に的確な判断をしていただき、誠に感謝なのであった。情報が不確定なうちから騒いだり、相手を悪人呼ばわりする行為というのは良いものとは言えず、無駄な憶測や誤解を生みかねないため、当事者が動くまでは騒ぎ立てず、冷静に見守ることが大事だと思うのであるぞ。以上が今回の経緯と魔王の出した結論であった。なので、今回トレパク疑惑をかけられた方、その周りの方々への追及はしないようにしてほしいのである。そして、皆の創作活動が他人のご迷惑になっていないか、意図せずトレパクをしていないかなど、日々の追いかけ活動をしっかり見直しつつ、楽しく追いかけしていただけると、魔王は一番嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。